今日はルーロー飯を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ルーロー飯を作っていきたいと思います。このルーロー飯は台湾のね、郷土料理なんですけれども、豚バラ肉を甘辛く煮て、そして丼にして食べる食べ物になります。角煮丼にね、ちょっと似てるものなんですが、味付けは台湾風なので、今回はね、少し変わった香辛料も使っていきます。ただこの香辛料はね、スーパーにね、手軽に手に入れることができると思います。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにルーロー飯のお肉の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラブロック、玉ねぎ、生姜、にんにく、お酒、お水、お醤油、オイスターソース、お砂糖、お酢、五香粉、塩、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。まずお肉なんですが、今回は豚バラのブロック約 300g を使用していきます。そして生姜とニンニクですね、こちらを生のものを使っていきますが、面倒な場合はね、チューブタイプを使っていただいても OK です。その場合は小さじ1/2から小さじ1ぐらいを目安に入れてみてください。そして味付けのポイントです。こちらオイスターソースを加えていきます。オイスターソースの旨味が加わることで、とても味わい深い美味しい仕上がりになります。さらに今回ですね、一つ変わったね、調味料があります。香辛料かな。こちら五香粉といって、ウーシャンフェンというね、香辛料なんですけれども、こちら名前の通り5つのね、香辛料が入った粉になります。ルーロー飯を作る時に欠かせないものなので、ぜひね、スーパーに行ってチェックしてみてください。多分中華料理系のね、調味料のコーナーにあると思います。そしてお酢を少し加えていきます。そうすることで後味がね、少しすっきりして美味しい仕上がりになります。それでは続いてトッピングなどの材料をご紹介します。材料はこちらです。チンゲン菜、卵、ご飯、こちらを使っていきます。卵に関しましてはこちらをゆで卵にしていきます。こちらの2つはね、トッピングなのでお好みでね、添えてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず玉ねぎをね、スライスしていきます。薄めにね、スライスしてください。こちらの玉ねぎはね、フライドオニオンにしたりして使うんですが、ちょっとフライドするのは面倒なので、飴色玉ねぎ風にね、炒めていきたいと思います。そうすることで玉ねぎの旨味がぐっと出て、とてもね、味わい深い美味しい仕上がりになります。このようにね、スライスしておいてください。では続いて生姜です。こちらはまず皮を剥きます。そしてみじん切りにしてください。はい、生姜はこのようにみじん切りにしてください。それでは続いてニンニクです。ニンニクはまず半分に切って、そして芽を取り除いてください。この芽に関しましては焦げやすかったり、あとはえぐみの原因になりますので、必ず取り除いてください。そしたらね、ニンニクも同じようにみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこれで OK です。こちらはね、生姜と一緒に入れておきましょう。それでは続いて豚バラを切っていきます。こちらはですね、まずだいたい1センチ幅で切ってください。スーパーにね、たまにサムギョプサル用のね、厚さ1センチぐらいのね、ものが売ってますので、そちらをね、使っていただいても OK です。ブロックの場合はね、このようにまず切ってください。はい、このように切ります。そしたら向きを変えて、そしてまた1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。こんな感じになるように切ってください。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、お肉はね、このように切りましょう。先ほども言ったね、サムギョプサル用のね、豚バラ肉を使う場合は、そのまま1センチ幅で切ってください。そうしましたら続いて玉ねぎを炒めていきます。お鍋に油ですね、だいたい大さじ1ぐらいです。そして火にかけましょう。火加減は中火です。これで一度油を広げます。そしたらこの中にまず玉ねぎを加えます。
そしてここにね塩を1つまみ、そして2つまみ入れてください。あとはここにお酒を入れます。今回ね塩とお酒でねこのように炒めていくんですが、こちらは料理酒で代用していただいても OK です。その場合は大さじ1杯ほど入れてください。このように塩分とお酒を加えて炒めることで玉ねぎから早く水分が出て、その分とても早くね飴色玉ねぎに仕上げることができます。これで入れたら火加減強火にしてください。そしてこのままね炒めていきます。最初はねあんまり動かさずにねこのまま玉ねぎをね焼き付けるイメージで焼いてください。この玉ねぎが入るだけでね味が全然変わってくるのでね、このようにわかるかな、今縁の部分がちょっと茶色く色づいてきましたね。そしたら混ぜましょう。ちょっとこの茶色い部分をこそぎ取るようにこのように炒めていきます。茶色くなってきたら火加減弱めの中火ぐらいで OK です。これで炒めていきましょう。もうね1分ぐらいでこのようにちょっと色づいてきましたね。飴色玉ねぎはねもう20分ぐらいかかるイメージなんですが、お酒とね塩でね炒めていただくとこんなに早くね色づいてきます。コテコテのねすごく飴色にしなくて大丈夫なので、もうちょっとだけね炒めていきます。この鍋のね鍋底とかあとは縁の部分にこのように色づいてくるんですが、これは玉ねぎの旨味なのでそちらは気にせずにね炒めていただいて大丈夫です。どのくらいの目安かはねまたこの後ご説明します。もうちょっと色づけていきます。飴色玉ねぎの手前ぐらいですね、そのぐらいになるまで炒めていただければ大丈夫です。はい、今ねだいたい3分ほど炒めました。一旦火を止めます。今ねこのような状態です。飴色玉ねぎっていうとねもうちょっとね茶色く仕上げていくんですが、今回はこのぐらいで OK です。だいたいね3分ぐらいでできるので、普通の飴色玉ねぎをね作るよりもすごく簡単だと思います。そしたら続いてここにニンニクと生姜を入れます。そして火にかけましょう。一度ねさっと炒めます。さっと炒めたらここにお肉を入れてください。そして炒めていきましょう。火加減は中火です。これで炒めます。この時にちょっとねこう鍋底についちゃったりすると思うんですが、こちらは後でねこそぎ取っていきます。これでねお肉にまず火を通してください。だんだんこうやってね旨味がどんどんお鍋にこびりついてきます。こちらは後でね水分を加えてこそぎ取りたいと思います。8割ぐらいですねお肉に火が通れば OK です。そしたら続いてここにお酒を加えます。お酒を加えた時にこの鍋底にねついた旨味ですね、ちょっと色づいてる部分あると思うんですが、こちらをこそぎ取っていきます。これがね旨味成分に変わるので、これは必ずねきちんとこそぎ取ってください。そうするとね汁もこのように色づいてきます。はい、 OK です。このようにこそぎ取ったら続いてここにお水を入れます。あとはここにお砂糖、そしてお酢、あとはお醤油、そしてオイスターソース、あとはね五香粉を加えます。これでよく混ぜましょう。そしたらねよく混ぜたらこのまま一度沸騰させてください。はい、でくつくつ沸騰しました。そしたら一度アクを取ってください。はい、でアクをだいたい取ったら火加減弱火にします。そして一度軽く混ぜて、そしてアルミホイルなどで落とし蓋をします。普通のね落とし蓋やあとはクッキングシートでも OK です。そして蓋をしてこのまま20分煮込んでください。そうすることでお肉もとても柔らかくなって、そして味がしっかり染みて美味しい仕上がりになります。それではね煮込んでいる間に付け合わせの準備をしていきます。まずチンゲン菜ですね、こちら薄く根元をスライスします。乾燥しているところを取ってください。そして根の部分に十字に切れ込みを入れます。はい、このように入れてください。そしたらねこの根元部分をゆすり洗いしてください。そしたら葉の部分もね水洗いしましょう。チ
チンゲン菜の準備はこれで OK です。それではね、チンゲン菜から茹でていきます。まず沸騰したお湯の中に塩小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。そしたらですね、このチンゲン菜のまず茎の部分をお湯に入れてください。だいたいね30秒ほど茹でます。茎の部分を30秒ほど茹でたら葉の部分も入れて、そしてあとはだいたい30秒ほど茹でてください。浮いちゃう時はねちょっと転がしながら茹でてください。はい、で30秒ほど茹でたら火を止めて、そしてチンゲン菜を取り出して、そして氷水でね冷やしてください。このままだいたいね1分ほどね入れておきましょう。そしたらこのお湯を使って卵もね茹でちゃいたいと思います。もう一度火にかけて再沸騰させてください。はい、そして再沸騰したらこのぐらいのクツクツ加減をキープして、そして卵をそっと入れてください。このようにね塩が入ってると卵白がねこうやって飛び出ちゃってもすぐね固まってくれます。それではこのまま7分半茹でていきます。この茹で加減はねお好みで変えていただいて OK です。それではね、卵を茹でている間にチンゲン菜を仕上げます。こちら氷水から出してください。はい、そして水分を絞ります。はい、であとはねこの切り込みを入れたところからこのように縦に切ります。お好みの大きさにね切っていただいて OK です。あとはねこれをまた半分に切ります。はい、チンゲン菜はこのように切って使ってください。はい、時間になりました。そしたらね卵を取り出しましょう。取り出したらねすぐ氷水で冷やしてください。このまま卵は10分ほど氷水で冷やしておきましょう。それではね10分経ったので殻を剥きたいと思います。このようにまずお尻の部分にひびを入れて、そして一皮剥いてください。あとはね親指の腹を使って卵を撫でるように殻を剥いてみてください。そうするとね綺麗につるんと剥くことができます。はい、こんな感じです。残りの1個もね同じように剥いてください。はい、20分経ちました。蓋を開けます。そしてアルミホイルを取ってください。今ねこのような状態です。お肉にもねしっかり味が染みて美味しそうに仕上がってます。ちょっととろみがついてる感じですね。そしたら火を止めて、そしてここにゆで卵を入れましょう。そして一度ね絡めてください。ゆで卵もね固ゆでがお好きな方は一緒に煮込んじゃってももちろん OK です。今回私はね半熟にしたかったので、このようにね煮終わってから最後和えるだけにしてます。こちらをねお好みでやってみてください。これでよく絡めば OK です。それではご飯に盛り付けたいと思います。はい、これでルーローハンの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後盛り付けはねこのようにゆで卵とあとはチンゲン菜を添えて仕上げてます。こちらをねお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。旨味が効いててすっごく美味しいです。そしてまた五香粉の香りもちょうどいい仕上がりですね。美味しい。もう味付けも抜群です。では卵も一緒にいただきます。卵が最高に合います。固ゆでがお好きな方はねもちろん固ゆででもいいんですが、この半熟卵がすっごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のルーローハンのポイントです。まずお肉なんですが、今回は豚バラのブロックを使ってます。スーパーに行くとサムギョプサル用に売っているちょうど厚みが1センチぐらいのお肉も売ってる時があります。そちらを使っていただいても OK です。だいたい1センチ幅に切って使うようにしてください。そして玉ねぎに関しましては、通常ねフライド玉ねぎにして使うことが多いと思うんですが、今回はですね飴色の手前ぐらいの仕上がりにして使ってます。飴色状にしていただいてもいいんですが、
が、今回ぐらいの仕上がりにしていただいてもとても美味しく仕上がるので、ぜひねこちらはやってみてください。そして玉ねぎを炒める時なんですが、一緒にお酒とあとは塩を加えて炒めていただくことで、玉ねぎの水分が早く飛んで、そして簡単に飴色の手前ぐらいの状態に仕上げることができます。今回はね清酒を使ってるんですが、こちらは料理酒を使っていただいても OK です。その場合は塩は入れずに料理酒だけで炒めるようにしてください。炒める時間はね今回みたいにだいたい3分ぐらいを目安にしていただけたらと思います。この時に結構ね鍋底とかあとは縁の部分に焦げがついてくると思います。この焦げっぽいものに関しましては旨味になるので、心配せずにそのまま作業を行ってください。そしてその後ですね、ニンニクと生姜を入れてさっと炒めて、その後お肉を加えてだいたい8割ぐらいまで火を通してください。そしてその後ですね、お酒を加えて、そしてそのお酒を使って鍋底などについた焦げを一度しっかりこそぎ取ってください。こちらがね旨味の成分になるので、お水を加える前にしっかりねお酒でこそぎ取るようにしてください。そうすることでとても旨味があって美味しい仕上がりになります。そしてしっかり旨味を取ったら、あとはお水と調味料を加えて、そしてその後20分ほど煮込んでください。この時もね落とし蓋をしながら煮込んでいただくと、表面までねしっかり味が染み込んできます。そして今回はね五香粉というね香辛料を加えてます。こちら今ね結構スーパーでも売ってますので、ぜひこちらはチェックしてみてください。ルーローハンには欠かせない香辛料になりますので、ぜひこちらは入れてみてください。ただね、もしちょっとね五香粉が苦手だなという時はルーローハンの味にはならないんですが、抜いていただいてもね角煮丼みたいになるので美味しく召し上がっていただけると思います。あとはね今回トッピングでゆで卵とあとはチンゲン菜を添えてます。こちらはお好みでやってみてください。ゆで卵に関しましては、固ゆでにしたい時は煮込む時にね一緒に入れて煮込んでいただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はルーローハンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。